皆さん、こんにちは、こんばんは。外房テックです。今回は、中国製の安い DQ アンプに直接レーザーをつないで、簡易的な光デジタル音声送信機を作ります。順を追って説明していきましょう。DQ アンプは、アナログの音声信号をパルス幅変調という方法で日の波形に変換し、出力弾はスイッチング動作でスピーカーを駆動します。パルス波はローパスフィルタを通るとアナログ信号に戻り、これがスピーカーを鳴らします。パルス幅変調、すなわち PWM とは、パルス幅が音声信号の電圧に応じて変わり、キャリアの周波数は一定 250kHz から 1.5MHz。振幅は電源電圧に等しい日で一定です。周波数が一定でパルス幅が変わるとは、H と L の比つまりデューティー比が変わるということです。さて、一般にはスピーカーを鳴らすための DQ アンプですが、それにレーザーや LED をフィルタなしで繋ぐとどうなるでしょうか。音声の PWM を光の明暗の日で送れそうです。そこで、Amazon から安い中国製 DQ アンプ基板を調達しました。ボリューム付きのタイプで5個799円。これは国内発送ですが、中国発送だともっと安いです。フィルタレスのフルブリッジ型 DQ アンプ ICP-AM8403 を搭載しています。フィルタレスのフルブリッジ型とは、このようにスピーカーの両端子を直につなぐ方式です。詳しくは後で説明します。レーザーは、このセットのレーザーモジュールを使いました。抵抗は内蔵しており直接 5V を加えます。表記がありませんがクラス3だと思います。外形を見る限りは、これらの安いレーザーと同じだと思われます。また、光ファイバーで送る場合は、秋月電子で購入した PLT133 を用いました。コネクタという名称ですが、回路と LED あるいはレーザーを内蔵しています。なお、受信側にも秋月電子で購入した PLR135 を用いています。さっきのセットには受信モジュールもありますが、今回の目的では、特性がいまいちで特に遠距離で信号を拾えませんでした。受信側はこのようになります。光で送られてきた PWM のパルスを受光デバイスで電気信号に戻したら、CMOS インバーターを出力スイッチング回路としてスピーカーを鳴らす方法と、ローパスフィルターを通して一旦アナログの音声信号に戻してから、DQ アンプなど何らかのオーディオアンプで好みの音量でスピーカーを鳴らす方法が考えられます。ここで DQ アンプの方式についておさらいしておきます。DQ アンプの出力からはどんな信号が出ているのか理解しておく必要があります。それが音質や受信回路の方式に関わってくるからです。まず、教科書的な基本回路、ハーフブリッジの方式です。PWM のパルス波形は、出力段のスイッチング回路で出力され、ローパスフィルタでアナログ音声信号に戻されてスピーカーに送られます。上段の単一電源の回路では、入力が 0V の時、PWM のデューティー比は 50% となるので、フィルタで鳴らした電位は2分の VDD であり、電解コンデンサーで直流をカットする必要があります。
下段の2電源の回路では、グラウンドを中心に上下にパルスが触れるので、電解コンデンサーなしにスピーカーを直結できます。次に、フルブリッジまたは H ブリッジと呼ばれる方式です。PWM の一方は反転したパルスで送られ、ローパスフィルターを通った双方的アナログ波形でスピーカーを鳴らします。単一電源でも電解コンデンサーは必要なく、作動信号なのでスピーカーの両端子にはハーフブリッジの2倍の電圧がかかります。これはフィルタレスの方式です。今回使用する DQ アンプモジュールもこのタイプです。スピーカーには両方向のパルス電流が流れます。この DQ アンプの出力パルスを利用するのですが、レーザーではもちろん一方向にしか電流は流せません。そこで片側の出力だけ利用することにしました。作成した簡易光デジタル音声送信機です。音声は R か L か、どちらか1チャンネルだけです。PWM 出力のプラスマイナスの片側だけだと、ボリュームを上げた時音質は良くありません。これは、プラスとマイナスが単なる反転パルスではないためと思われますが、それについては、後で後ろの波形で説明します。レーザービームをこのようにプラスマイナスの2本にすれば原理的に音質は劣化しないはずですが、とりあえず、はじめはビーム1本型を作ります。DQ アンプ基板 FG1002 です。シルク印刷は入力 R が B だったり、出力のプラスマイナスが IC のピンとは逆だったりします。ピンのピッチが合わず気が利かない感じです。しょうがないので足をひん曲げました。後ろで出力波形を見てみます。青が入力の 1Hz の制限波、黄色がアウトのプラス側です。入力電圧に応じてパルス幅が変わることが見て取れます。オーディオアンプなのに 1Hz に反応することも驚きです。それはともかく、アウトプラス側だけ見ても制限波の上限から下限までがパルス幅に反映されています。もう一度スローで再生。後ろは PWM の立ち上がりエッジでトリガーをかけているので、立ち下がりだけ動くように見えますが、おそらく両方動いています。タイムラグがあるように見えますが、よくわかりません。プラスマイナス両方の出力を見てみます。後ろが2チャンネルなので入力は見えていませんが、さっきと同じ 1Hz の制限波です。映像を止めてみました。波形は単純に反転した波形ではないことがわかります。青と黄色がハイ同士、ロー同士ではスピーカーに電流は流れません。この波形は、黄色から青に向かって電流が最大限流れる時です。この波形は、さっきとは逆に青から黄色に向かって電流が最大限流れる時です。
入力レーベルト付近ではどうでしょうか。二つの波形は位相が同じで、パルスが少しずれています。フィルタレスフルブリッジの DQ アンプは入力レーベルトで打ち消し合うよう同位相になっています。しかしパルスにはズレがあるようです。これではよくわからないので、両出力間の電位差を見てみます。出力両端子間の電圧、つまり実際にスピーカーにかかる電圧です。これは入力が0ボルトの時です。見ている波形は両出力の電位差なので、両方ともハイか、両方ともローで差が0ボルトとなり、真ん中の水平な線となります。そして、波形の配漏が食い違う箇所で、上向きの電位差と下向きの電位差が現れます。入力が0ボルトの時でも、パルスがなくなるわけではありません。両方向とも、細いパルスが残って平均すると DC 的には打ち消し合います。ABQ アンプのように、クロスオーバー歪みを抑えるため意図的にこうしているのか。回路方式上、ゼロにできないのかよくわかりません。プラスマイナスの出力それぞれにバイアスがかかっているのだとすると、片側だけの PWM では元の音声波形を正確には復元できないかもしれません。それは今回の目的には不都合です。入力振幅を上げていくとこうなります。入力が正側に大きく触れると、正側パルスは広くなり負側パルスはなくなります。どこで後ろのトリガーをかけるかで見え方が変わってきますが、逆も同様。この辺のさじ加減はどうなっているのかわかりません。入力に 1kHz の制限波を入れた場合です。入力の波形と PWM のキャリアは同期しないので、後ろでうまく止められません。なので一時停止します。時間軸を拡大すると、0クロス付近。入力が負の時。入力が正の時。ということで、どんな音になるか心配でしたがとにかく作ってみました。なお、この波形をレーザーで送れたらいいのですが、レーザーはプラス0マイナスの3状態を表せないのでそれはできません。光デジタルコネクタ。送信側と受信側でピン配列が違います。レーザー
モジュールはマイナスと書いてあるグランドと S と書いてある端子につなぎます。真ん中の端子には 10kΩ がつながっていて VDD につなぐことになっていますが使いませんでした。できた送信側回路と受信側回路です。これは、ローパスフィルタで一旦アナログに戻し DQ アンプでスピーカーを鳴らすタイプです。回路図です。これは送信側。そして受信側。また、CMOS インバーターをスイッチング回路としてスピーカーを鳴らすタイプはこうなります。スイッチング回路は、秋月電子や Amazon で購入した省電力の MOSFET で組んでいます。代替品で入手容易な MOSFET を概要欄に挙げておきます。できたのでテストします。まずは、一旦アナログ信号に戻すタイプです。送信側はレーザーで送信です。かなり良い音で鳴っています。受信側ははじめ送受信セットの受信側モジュールを使っていました。近距離のうちはこれもうまくいきます。途中から光デジタルコネクタに変えました。ビームをしっかり当てないとノイズが出ます。約8メートル飛ばしてみます。我が家の室内ではこれが限界。Bluetooth スピーカーでは途切れ途切れになる距離です。受信できました。CMOS インバーター駆動タイプはどうでしょうか。いい音で鳴っています。音量は受信側では変えられませんが、トランジスタラジオぐらいの音量は出ます。送信側の音量をもっと上げると音が割れてしまいます。送信も光デジタルコネクタにして、光ファイバーでつなぎました。テレビなどの光デジタルオーディオ用の光ファイバーです。ローパスフィルタの出力を USB スピーカーにつなぎました。送信側の音量を抑え気味にすれば耳障りな歪みはなくせます。レーザーと USB スピーカーの場合です。さっきと同様、ローパスフィルタの出力を USB スピーカーにつないでいます。
楽を聴くほどの音質ではありませんが、台所にテレビの音を送るぐらいならできそうです。同様に、光ファイバーと CMOS インバーターの組み合わせではどうでしょうか。ラジオぐらいの音量なら歪まず鳴らせます。この方式の場合、音量を上げるには電源電圧を上げるしか手がありません。光デジタルコネクタは 5.5V 以上電源電圧を上げられないので、スイッチング回路だけ電源電圧を上げ、レベルシフターを介して信号を送らなければいけません。ボリュームをあまり上げられないのは、DQ アンプの片側出力だけを利用したからと思われるので、最後に、プラスマイナス両出力をレーザーで送り、フルブリッジでスピーカーを鳴らしてみます。ダブルビームの送信側の回路図です。レーザーや光デジタルコネクタが2個になっただけです。できました。受信側の回路図です。光デジタルコネクタが2個になり、スピーカーはフルブリッジのスイッチング回路に直結でつなぎ、と思ったのですが、直結はダメと気づきました。レーザービームのどちらか、あるいは両方が入っていないと、スイッチング回路のどちらか、あるいは両方が停止して、スピーカーに DC 電流が流れてしまうからです。なので直結は諦め、こうなりました。電解コンデンサで直流電流をカットします。1万マイクロファラッドの電解コンデンサを向かい合わせにつなぎ、無極性の5000マイクロファラッドコンデンサにしています。ダブルビーム送信機。ダブルビーム受信機。フルブリッジ、フィルタレスで直接スピーカー駆動です。良い音で鳴っています。音量は少しだけ大きくなりました。光ファイバーの場合です。
つの PWM を DQ アンプなどのオーディオアンプに有効につなぐには、トランスを利用するのが簡単です。なんだか時代錯誤な気もしますが、適当な手持ちのトランスがないので、実際に作ってはいません。さっきのフルブリッジ、フィルタレスの回路のスピーカーの代わりに、ST32 のような8オームのトランスをつなげば、外部ライン出力になります。USB スピーカーにつないでみました。トランスは、秋月電子のヘッドホン出力ライン入力小圧トランスキットです。以上、DQ アンプでレーザーを光らせ簡易的光デジタル音声送受信機を作ってみました。いかがだったでしょうか？